どうも、こんにちは、デミコでーす。くどいね。ちょっとくどすぎた。ごめん。ごめん。もう一回やりますわ。こんにちは、デミコでーす。はい。こんぐらいにしとけ。はい。すいません。ですね。いや、何嬉しそうにやってんだっていう話なんですけど、いや、ですね、やっぱりね、窓際にデスクを置くってのはいいもんですね。昨日は天気悪かった。昨日パリ行ってきたんだけど、昨日は天気悪かった。でも今日はね、まあ雲は出てるけどね、晴れてんですよ。ね、いい感じで。まあさっさとうちの家人はね、午後になって天気悪くなったら嫌だからっつってね、散歩にすっ飛んでいきました。はい。というわけで今日何するかっていうと、まあ、もちろん毎回言いますけど、タイトルでもうお分かりかと思いますけれども、まあ昨日パリに行ってきたわけですよ。つまり、まあ、買えるだけのものを買ってきたみたいなね。毛糸を。はい。毛糸買ってきました。なので、購入品紹介。はい。というわけでございます。はい。ですね。まあ、ちょっとね、現金がね、手に入ったので、はい。はい。現金が手に入ったので、つのはですね、まあ、ここでついでに言っちゃいますけれども、まあ皆さんおかげさまで、私の、アボネがですね、アボネっていうのは、まあフランス語で登録者っていうことなんですけど、登録者様がですね、7000名を超えまして、どうもありがとうございます。ということでですね、まあ、それを記念してね、まあライブをね、まあ来週あたりできたらいいな、なんつってふうに思ってるんですけど、まあ、それはいいとして、で、その7000名様を越したということでね、おめでとうということでね、ですね、財布の紐が非常にキッツキツな、もう超キッツキツなうちの家人からですね、お小遣いをいただきまして、はい。なのでね、こちらの方で、YouTube のね、ことでね、お祝いっていうことなので、まあ、だったらそれをね、還元していこうということで、毛糸を買ってまいりました。はい。そのお金でね、いや、自分でね、自分の中でね、まあ、キッツキツでね、中でね、でもやっぱり足りない毛糸を最低限買わなきゃなっつって、不足してる分だけ買ってこようと思ったんだけど、まあ、そんなこんなでね、ちょっとね、欲しいと思ってた毛糸、ちょっと試してみたいと思ってた毛糸も買ってきましたので、ちょっとこの辺でザラッと全部ご紹介したいと思いますけど、はい。じゃあ早速いきますか。はい。ね、早速いきましょう。まずは、まあ、いつもの補充です。はい。補充分。補充分からお見せしたいと思います。ね。これなくて、買ってこなきゃって言ってた、こちらと、ね、いつものシェイプイエスのカットナね、この前葉っぱで使ったやつないからね、買ってきた。で、何色ぐらい買ってきたんだっけ、4色ぐらい買ってきた気がするんだ。ちょっと待って、これもね、これもないから買わなきゃっつってたやつね。おいで、今回は白は買ってきてないかな。毎回行くと割と白買うんだよね、買い足すんだよね。ほら私さ、白を多用するじゃない、やっぱり色と合わせるのにさ、やっぱり白っていうのはさ、いろんな色が入るからさ、白入れるとやっぱりいいんだよねと思ってて、私はね。でね、今回珍しく、いや前回もそうだったんだけど、真っ赤チン買ってきました。はい。赤やっぱりなくって、ずっとね私持ってなくて、でも何かになんていうの、赤入れたらよかったかもなって思うとこはね、ちょっとあったりするわけです。で、今ね、ちょっと編もうかなと思ってるものがあるんですけど、その中でね、やっぱり赤が必要なのよね。赤が必要で、私は赤を好きで使うってことはないんだけれども、こうなんか組み合わせでやってる時に、ここ赤あったらいいなと思うことって、まあまああるわけですよ。なので、まあ思い切って今回は赤を買ってきました。マカチン買ってきましたよ。115番ね。いつものじゃあシェイプイエスカトナということで、このブルーがまたなくなっちゃったんで、510番と、ね、あとこの前あれで使ってたやつね、ハンカチ編む時になんだ草の部分で使ってたやつ、392番、そしてだったと思うんだ多分あとこれ買わなきゃって言ってたやつね、385番、こちらとねターコイズのね、で赤が115番ってことでね、こんな感じで、これはだから補充ですね。はい、補充としてまた買ってきました。とにかくなんだろうな、私がいつも行く店はコットン糸いろいろ種類置いてますけれども、これがやっぱり種類が一番多くて、色のね、しかも発色がよくって、私が慣れたっていうのもあるんだろうけど、
コットン糸との中では、私の中ではこれがまあ一番やっぱり使いやすいんでね。で、次の補充。ですね。はい。補充ですね。補充。はい、こちらですね。はい。これ。フィルコラナのアルエッタ。ね、ソックヤーンですけれども、いろんなものに使ってて。で、こいつも。こいつね。こいつもこれで編んでるんですね。これで編んでて。で、どこ、この辺にいとく？はい、この辺にいとくか。まあちょっと邪魔だったらあれだけど、下がってもらうけどね。はい。アルエッタ。これね、80% のスーパーウォッシュメリノウール &20% ナイロン。ね、ポリアミド。50g で210メートルのこの糸。ね、こいつ。同じだよ。そう、同じ。はい。こいつを、一つ、買い足してきました。はい。で、これは何に使ってるかっていうと、今ね、使ってるものがあって、で、これですよ。これ。これね、これ。旦那用の、やつですよ。旦那用の、なんだっけ。ティッシュボックスカバーに使ってる白いのがこれなんですね。だからうちの旦那のやつはもう完全にソックヤン、両方ソックヤンで作ってる感じなんですけど、これしかなかったわけです。もうね。でもこれ買ったのってだいぶ前でさ、もう何年も5年も6年も7年もぐらいの、そのぐらい前なの。もういつ買ったか覚えてないぐらい。やっと終わったと思ったんだけど、結局この糸がまだ他にもね、カラーがいろいろあって、で、しかもこれ、だからこういうちっちゃいものを作るのにちょうどいいんですよね、やっぱりね。私、やっぱり編みぐるみはウールがいいもんだから、そういうのにも使えるんで、まあこれ、ちょっと買い足しました。はい。なかなかね、やっぱりね、この細さの白い毛糸っていうのがですね、なんだろうな、やっぱり何かソックヤーンと合わせて作る時にやっぱりいいわけですよね、やっぱりね。そう。だからやっぱり一つ置いとこうで、やっぱりばっかり言ってるけど、はい。と思って、ちょっと買い足しましたよ。はい。で、次、補充分。これね、私ほら、白を多用するって言ったじゃないですか。ね、白を多用するって言ったじゃないですか。だから、このラングのね、この前買ってきたラングのベビーコットン、ね、94番。これ2つ買ってきました。はい。これはコットンですからね。これ100%コットンじゃないね。100% コットン。50g で180メートル。これはだから今、これですよ。だから、これ、まだこれだわ。ね。この、ティッシュボックスペーパー、私用のやつね。これ使ってるんです。ね。これ使ってる。なんでこっち使わなかったかっていうと、手触りのね、差をね、ちょっと確認したかったっていうのももちろんあってですね。で、旦那用は両方、この、なんつうの、ソックヤーンでね、編んだ時の、そのウールじゃないですか。両方ともね、ウールとナイロンの手触りと、あと半分このコットン入れた時のこの手触りとね、まあちょっと確認したかったわけです。で、こういったなんていうのかな、肌につけるものじゃないもので、でも割とちょっとしっかり編んでおきたいなっていうものにはやっぱりこっちの方がいいんじゃないかなっていうのもあってですね。だから何かその小物を作る時にソックヤーンと合わせる時用にちょっと買ってきました。はい。ね、こっち。私的にはやっぱりこっちの方が好きかな。自分の用にこっちにしてよかったと。実はほそねてるんですけど、はい。まあそれはいいとして。はい。というわけでこの白2つ買ってきました。ね。これはね、やっぱ使ってて、まあもちろんコットンでね、こういったよりでうまく使わないとちょっと糸割れしますけれども、ね、この糸よりもこっちの方が糸割れしやすい。こっちはほぼ糸割れしない。あんまり。しても、なんていうのかな。結構しっかりした糸なんで、すぐ、なんていうのかな、こっちみたいに細い糸でパパパパパってならない、こっちは。こっちは少しなるんで、ちょっと気をつけなきゃいけないんだけれども、はい。で、次。補充がここまでかな。ちょっと待ってね。覗くでよ。あ、そうだ、これだ。あと白。また白買ってきちゃった。ね。これ。私が応援したいフランスメーカー、フォンティでございます。フォンティの白。白っていうか、エクリだね。オフホワイト。ね、これ、レーン 100% です。これは以前に、今まで編んだものを紹介した時にちょっとちらっと見せたと思うんですけど、グラニースクエアの、ブランケットをね、これで必死に編んでたわけです。むっちゃ使ったよね。玉数ね。いくつ使ったかわかんないんだけど、今回買ってみてね、こんなに高かったっけって。やっぱ高いのよ。高いの。なんで高いかって言ったら、
フランスのメーカーで唯一フランス国内で作ってるって言われているメーカーなんですよ。私が自分で確認したわけじゃないから分かんないんですけど、携帯がそう言ってたから多分確かだと思うんですけど、フォンティはフランスのメーカーなんですけど、もう昔からあるね。で、そのフランスの昔からあるメーカーでもうフランス国内で生産してるっていう、私はそういうメーカーを応援したいわけですよ、やっぱりね。だから時々やっぱりフォンティの系統を買ってあげたいなと思って、で今回思い切ってまた買ったんですよ。これもまた使い勝手がいいんです。これはね、やっぱりね、こういうちっちゃい編みぐるみ編む時に、使うんですけど、なんかこれで作ったやつあるかな。ちょっと待って、あるからちょっと待ってて。編み猫これでも編んでるからちょっと待ってて。はい。我が家にはね、大量っていうか結構いい数の編み猫がいるんですけど、今までね、いろいろたくさん編んだ。ね。で、人にもあげたのもあるからね、あれなんだけれども、この毛糸で編んだ編み猫が、これですね。こいつ、真っ白いやつ。白猫くん。ね。白猫くんでございます。どうもどうもどうも。はじめましてって感じなんですけど、これとか、あとこれもだね。この人もそう。ね。これ色違いですけど。どうもー。ということでね。この辺がこれで編んでるんですよ。で、いつものね、デミ君いらっしゃい。そんな高いところいない。デミ君のサイズがこんな感じなんです。で、一枚細い糸で編むと、一枚ちっちゃいんですよ。ね。どうよ。かわいいよね。そう。なんなら全部見せちゃおうか。で、いつも私が大好きな糸って言って、使ってるデンマークの糸で作ると、大体同じぐらいなんです。この子と同じぐらいのサイズなんですけど、手触りがやっぱちょっと違くって、こっちはコットンだからね。コットンと、なんだっけ。コットンとレーヌだから、ウールの混紡なんですけど、こっちはね、ウールだけで。手触り感はやっぱりこっちの方がいいね。サイズ的にはこっち一緒なんですけど、このサイズがまたね、いいんですよ。人にあげるのに、なんていうのかな。こっちのサイズがいいって人はもちろんこっちでもいいんだけど、こっちのサイズの方がいいっていう人もやっぱりね、もうちょっと小さい方がいいなっていう人ももしかいるかなっていう感じで。だからその時に、作る時に、やっぱり、この糸がね、私非常に気に入ってまして。はい。いやもちろんね、こっちでもいいんですよ。こっちだとさらに多分、もう一回りちっちゃくなる。こっちのブルーで人様に編んだことあるんだけど、多分ほんのりちっちゃくなるんじゃないかな。多分ね。なるね。全然ちっちゃくなるね。これ同じサイズじゃないんだけど、同じ目数じゃないんだけれども、最初のスタートはちょっと、お尻のあたりとか多分同じ数だったと思うんで、ほら、こんだけちっちゃくなるんだよね。うん。いや、これ全然、目数、全然じゃないや。ちょっと違うんで、全然同じじゃないですよ。同じものではないんですけど、ね、このスタートとか、ここのスタートとか多分、こうね、編み目見てもらうとわかるけど、ね。こっちで編むともうさらに一回りちっちゃくなる感じね。うん。そう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 。で、このサイズにこれはなるんで、これまた結構使えるんですよ。で、まだこれがね、いくらか毛糸が少し残ってて、で、なんか使いたいなって思ってるものがあるんで、一応これ補充でね、もう白ないんで、ちょっと買ってきました。このね、こいつ。はい。こいつこれでございます。はい。白猫くんね。はい。はい。なので便利なので、ちょっとこれね。うん。以前編んだ虎も確かそうだった気がする。こいつね、こいつ。これも確かフォンティで編んでると思います。はい。はい。じゃあ次。ちょっと、この辺置いとくか。はい。次。はい。次から、補充組。じゃあもういいや。あんた、こっち。はい。補充組。上が補充組。はい。下が新しく買ってきた糸です。さあ、まずは、今年の、もう早々に、はい。今年の夏に向けて何やら編もうとちょっとその場で思いついたので、なのでちょっと、もうちょっと時期的に全然早いけど、いいかなっていう感じで、ちょっとね、レース糸を買ってみました。シェイプイエスのマキシスイートトリートっていう 25g で 140m、 1.25 から 1.5 のね、レース糸 100% コットン、もちろんね、505番っていうこういうなんつうシャンパンみたいな色ね、シャンパーニュみたいな色、ベージュっていうのかな、これをまず2つ買ってきました。はい、2つ買ってきて、そして、ビビッドな色、黄色208番、黄色、そしてオレンジ、いいね、ビタミンカラーだね。ビタミンカラーね、オレンジ色何番だこれ、281番ね、
そしてブルー、チャーコワーズかな、ターコイズだねみたいな感じで、253番、あんな感じ。はい。でさらに紫、はい、最近流行りの紫、私の中でね、はい、113番ということでね、この5色をねちょっと買ってみました。何やろうかなって、それはまたその時期が来たらやりますから、皆さんねそれで見ていただければいいかなと思うんですけれどもね、こんな感じでコットンの、レース糸をねちょっと買ってみましたね。あんまり私ほらレース糸使わないんだけれども、でもやっぱりね時々ねレース糸あったらなって思うんですよ。いや持ってるのは持ってるんですよ、あるんですけど、それは別物作ろうと思ってて、でちょっとこういうのやりたいなってちょっと思いついちゃったんで、ちょっと無理やり買いました。無理やりっていうか、もう買えばやるだろうと。買わないと、やろうかな、どうしようかなって考えながら結局やらないなんてこともあったりするんで、アイディアが湧いた時に買っておけば、やるんじゃないかなと思ってね。それで買ってきました。はい。なかなかね、やっぱりね、シェイプイエスもね、発色がすごく綺麗で、ただ、これでね、やっぱり緑っぽいのも一つ欲しかったんだけど、緑はね、気に入る色がなかった。置いてなかった。だからもしかしたらサイトで見て、ね、お店で見たから、お店はやっぱり限りがあるんで置けるね。だからあんまりなくて。でも、サイトでお買い物するときにね、ネットでお買い物するときにもしなんか気に入る緑の色があったら買い足したいなっていうね、緑のもっと若草色的なね、そういう、これに似たような色ですけど、ね、そんな感じの色があったらいいななんつって思ってるんですけど、こんな感じでちょっと買ってきました。はい。お試しね。どんな感じなのか。いや、実際私、持ってるんですよ。これの黒。ね。前ほら、あれあんだじゃない。コースターね。コースターあんだでしょ。あれ、モザイク編みの白と黒のコースターね。あの黒はこれですよ。これ。はい。で、ここですよ。これからですよ。ね。ここからがこうずっと使いたいなって思ってて、今までこう悩みながら全然買ってきて、ね、試さなかった、でも今回買ってみようという気になった毛糸なんですけど、こちらもね、黄色カ効果じゃね、はい、こちらまたシェイプイエスのストーンウォッシュっていう、これはね78% コットンと22% アクリル、で太さ的には3から 3.5 ミリ 50g で130メートルなんですけど、これねスポーツウェイトね、なんかいい感じだよね。なんとなくね。肌触りっていうのかな。この触り心地の感触とかも柔らかくて、アクリルが入ってるからね、コットンしてなくて。でもコットンと混ぜてるからアクリルしてなくて。触る人が触れば、やっぱりちょっとアクリルだよねっていうのはもちろんわかる感じの感触ではありますが、でもふわふわで、なんかちょっと良さげなのよね。これずっと使いたいと思っててさ。ずっと使いたいと思ってて。でも、いつもこれを使ってるから、これと同じとこに置いたんだけどさ、コットンだからね。いつもどうしようかな、これ使ってみたいななんて思いつつ、いや使ってなかったものなんですけど、ちゃんとねこうやってね、親切丁寧にシェイプイエスね、こっから引っ張ってくださいよって、イージースタートね、これ親切だよね。ほらダウンタウンってソックヤンがあるでしょ、シェイプイエスの。これもそうなってるよね。それもねこうなってるよね。親切だよね。そうこの黄色を買ってきました。まずね黄色、そしてさっき言ったようなこの若草色、好きだねこういう色ね。色番号は833番ね。833番、こちらね、この若草色、色番号812番です。はい。でちょっとブルーですよ。ブルーで813番、こんな感じ。そうだ、色のね名前がついてんのよ。そうで、これがベイル、フランス語読みだとね、ベイル。なんだろう、ベイルって花みたいなのもあるけど、ちょっとなんだろうね、よくわかんないわ。はい。これが色がレモンクォーツですって。素敵な名前ね。レモンクォーツ。素敵。ほんと素敵。なんだろうね。これね、私多分ね、これ石のね名前がついてんじゃないかなとちょっと思ったのがこれなんですよ。アマゾナイトって書いてあって、アマゾナイトはあみたいな。アマゾナイトって石私も結構好きで、持ってはいないんだけれども欲しいなと思ってるんだけど、と思ってさ、石の名前かなと思って。レモンコーツでしょだって。でこのベイルっていうのは私そこまでね、ほら天然石じゃないや、石詳しくないから分かんないけどさ、
こういう石ちょっと調べてみようか、あるかね、ちょっとね調べてみようかなと思うけど、これアマゾナイトね、アマゾナイト綺麗な色なんですよ、やっぱりすごくね。でそしてやっぱり当然の白なんですけど、白はですね、これがですね801番でムーンストーンなんですよ、名前がね。やっぱだからあれだよね、石の名前っぽいよね、なんとなくね。私はだからさ、白のさ本当に純白っていうのかなはほぼ使わないんだけれども、やっぱり生成りだよね、こういった生成り系のね。ムーンストーンだってね、面白いよね、名前の付け方がね。だから多分石の名前つけてんじゃないかなと思うんですけど、そして最後にですよ、最後にもう一個あった、ごめん忘れした。もう一個あったよ。はい、もう一個紫ストーンウォッシュのね紫。こちらは色がほらね、カラー811番ディープアメジスト。やっぱ石の名前だわ。ここ入れとこうかね、アメジスト。こんな色を買ってみましたよね。可愛いっしょこの色。しかもさ、このふわふわ感、そしてこの混じってる感、なんかいいじゃないのね。何はもうか、いやこれはね全然編むもの全然あんまり考えてなくて、とにかく使ってみたいだけでちょっと買ってきた。買ってきた。なのでちょっと今度ねこれでちょっと試してみたいと思うんですけど、で次最後ですよね。あんまり買ってきてないって思うかもしれないけどね、結構いい値段ですよ、これでも私の中ではね。はい、こちらでございます。最後ラングミルコロリベイビーメリノフィンヌスーパーウォッシュ、ね、メリノファインって読むのかな、英語だと。フランス語読みしちゃうからね。カラー56番。このね色見てくださいよ、これマルチカラーね。ラングもまあ色がまた綺麗なわけです。でこれもね結構な種類あるんですよ、色の種類だけど、なんかとにかくマルチカラーっていうこの一番色が入ってるやつがちょっと使ってみたくって、他のやつもだからさちょっと黒いベース、ブルー系、赤系とかいろいろあるんだけど、とにかく今回はちょっとこれを使ってみたいなと。ウール 100% じゃなかったこれね。そうだね、ウール、メリノ、バージンウールだね。バージンウールのメリノのねバージンウール、100% ですよ。でまたこのねこのなんつうのラングのさこのコロリっていうさ種類っていうかシリーズのさ糸っつうのがさこうやってさまた太さがバンランのタイプよね。バンランのタイプ、そうだけど結構好き。はいで50g でこれは 190m っていうことなんでね、結構だから細いよねやっぱりね。27 3から 3.5 で27の36段だからね。そうこんな感じ。これの太さ言うの忘れてたね。3から 3.5 これもね。で24の32ね、24ステッチの32ローで 50g で 130m。ね 52g でさ 130m さ、こっちよりも長いじゃんね。こっち 50g で125だもんねやっぱりね。でも重さ的にやっぱりこっちの方がふわふわ感あるよね。アクリル入ってんからね。こっちはコットンだけだから少しだからちょっと重めなんだろうねきっとね。これもなんか本当だからこれ何使おうかなと思ってるんだけど、もちろんねなんつうの、これはグラデーションなんでね、グラデーションが綺麗に映える編み方っつったら私の中でやっぱりモザイク編みかな。モザイク編みで合わせてこうかなって思います。はいでこれがだからこれなんかと合わせたらいいんじゃないね。 50g190 50g180 あんまり違わないから、これなんかと合わせてね編んだらいいんじゃないかなと思うんで、ちょっと楽しみだなという感じでございます。はい、こんな感じでねちょっとパリに行ってきましたよ。さでね今回ねパリに行ってきて、こっから喋りですわね。こっから喋り聞かなくてもいいや、中止な方で離脱していただいて構わないんですけど、こんな感じでね今回買ってきて、で昨日はちょっとだから雨降ってて、でなんだろうな、降りた時は雨降ってなかったのとりあえず。床はちょっと濡れてたけどあんまり降ってなくて、でストって言ってたじゃないですか。でうちの路線はいくらかなんていうの電車が戻ってきてね、でキャッチシュ3区だから5本中4本の運行、つまり5本中1本の運休状態でうちの線はなってたの。なんかすごいじゃん、回復早いじゃんと思って、でどんな感じなのかな他の路線と思ってパリに出てみたらですね、他の線はまるっきり動いてない線もやっぱりありましたね。まるっきり動いてない線があって、でメトロなんかもものによっては本数がかなり抑えられてるところと、あとオートでね自動で運転しているところは何の問題もないけれど、それ以外のところはいろいろ
いくらか減らされてたりとか。でも私の感覚的にはいつも使ってる路線、私がよく使う路線なんかはほぼ普通通りに動いてたんで、何の不自由も特に感じませんでした。はい。なのでまあまあまあ、うちの路線は大丈夫だなと。なんか通常に近い状態に運行が戻ってきてるなと。だけど、全然動いてないところももちろんあって、だからこの時期にパリに旅行に来ちゃった人、ね、空港、シャルル・ド・ゴールにしろ、オルリーにしろ、そのベイ線って言うんですけど、そこのベイ線のラインは結構減らされてたね、やっぱりね。全然走ってないわけじゃないんで、いやでもどうなんだろうね、結構ね、ストが起こると北駅、パリの中でね、ターミナルステーションでいくつかあるわけですよ。サンラザールとかさ、北駅とかさ、東駅、リヨン駅、モンパルナスとかあるんですけど、でこの北駅からパリの中こうずーっとこう縦断縦断だね、縦断して北駅を通り過ぎてシャルル・ド・ゴールってパリの北にあるんだけれども、そこを通っていくんだけど、ストとかやるとね、この北駅まではね、北駅とそのある程度のところまでは動いてんだけど、北駅以降が動かなかったりするわけよ。あの空港との間が動かなかったりするとで、今回よく調べてないか分かんないけど、ストに来ると大体そこでなんだろう、パリに出てこれないみたいなことになるんで、バスも動いてると思うけどね、いくらかね、もちろんバスもあるから市内に出るね。でもね、本当にストの時期にね、旅行来た人は本当かわいそうだと思うわ。とにかくパリに出ていく一番重要なその路線が止まりがちなんですよ。わざとだと思うんだけどね、もちろんね。わざとだと思うんだけど。そんなこんなでね。で、それでね、それ以外にも、だから要は公共機関がストをしてるので、いろんなところでね、ストの模様っていうのが見られるわけです。街歩いてると。で、今回も、街中でね、やっぱりねっていう感じの光景を見ましたので、ちょろっと、最後に写真つけときますけれども、でもまだスト始まって1週間経ってませんからね。経ってませんからね。大したことないです。まだ。実際に2週間経った時、しかも夏だったから大変だったよっていう時期を私は経験してますけれども、まだ1週間経ってないですからね。まだ余裕だなっていう感じです。はい。でも、そんなパリの街もこういう光景が見られるんだよっていうのをちょっと最後につけておきたいと思いますので、そちら見ていただいて、大した写真じゃないんですけども、はい。ちょっとつけときますんで、はい。あんまり写真撮ってないんでね。もうなんか買い物とかこっちに集中しちゃってたからすっかり街中も割と見慣れた光景だからね、でも撮っとこうなんつと思って今回は撮ったんだけど、そうあれがだからもう2週間ぐらい経つとすごいことになるんで、来週もまたねパリ行くかもしれないんで、来週再来週ちょっと分かんないけど、多分来週今週はねあと2回、今週じゃねえや、今月はね多分ねあと2回ぐらい行くんで、このままストが続いてくれたらすごい映像がもしかしたら撮れるかもしれないと期待してるんですけどね、ある意味ね。でもそんなこんなでね、問題なくパリ往復できたんでよかったなと思います。ところがどっこいですよ。ちょっと、そうだ、これを喋ろうと思ってたんだ、私。でさ、昨日だからね、メトロ乗っててさ、で、降りようと思う駅の手前でさ、ちょっと車内移動するじゃないですか。そしたらさ、嫌なものが目の前にあるわけです。嫌なものっていうのはですね、やけにでっかいトロチネット、トロチネット持ったおっさんじゃないや、お兄さんがいて、で、トロチネットって日本語でなんていうの？トロチネットとは言わない？日本は。キックボードみたいなやつ。今、電動であるじゃん。ビューって。なんていうのあれ。なんだっけ。なんつったらいいんだっけど、キックボードみたいなやつよ。あれのなんか、でっかい、すっごいでっかいやつを持ってる人がいてさ、こんなでかいのあるんだっちゅうぐらい、もう自転車並みのサイズぐらいにでかいっていうさ、これ免許必要なんじゃないのって思うぐらいでかいやつよ、本当に。それも持って乗り込んできた人がいたわけよ。で、嫌だなと思って。でもね、嫌だなと思うからそういうことが起こるんだなって本当思うんだけどさ、でも降りるためにさ、その人さ、扉のさ、前にさ、陣取っててさ、いるもんだから、扉ってもちょっと入ったところだけど、陣取っているものだから、それを避けて降りていかなきゃいけないじゃない、メトロから。それを避けて降りていかなきゃいけないんだけど、次ほら、私もさ、バカだからさ、ほら、なんつうの、奥の方っていうか、ちょっと反対側のドアにいたもんで、なんか降りれなくなったら嫌なんだと思うじゃない、やっぱりなんとなく。だから動いてる途中にさ、ちょっと移動しちゃったんだよね。そしたらさ、すっごい、これ何回もやられてる、私、はっきり言って。何回もやってるんだけど、ガタンと揺れたわけです。そしたら私がよろけて、
すねをですね、そのトロチネットにね、打ちつけまして、はい。がっつりやっちゃった。ガツってやっちゃって、あいてって思ってさ、もうほんとさ、立ってる本人はさ、立ってるところがこうあるじゃん。だけどさ、自分の体からこう、異様に飛び出したこの後ろの部分っていうのは全く気にしてないんだよね、ああいう人たちってね。傘とかもそうなのよ。日本人はさ、ほら、梅雨があるしさ、傘持ちに慣れてるからさ、割とさ。だからさ、すごい気にするじゃない、傘の方向を持ってるところをさ、人様の迷惑にならないようにとかさ、考えて一応持つじゃん。こっちの人って傘もさ、はっきり言ってさ、ちょっとした雨ぐらいだと刺さないから、傘持つのに慣れてなかったりすんのよ。平気で横持ちしててさ、後ろにビーンとかさ、もう平気なの。自分のいるところだけ OK だったら OK みたいな。もうそこにしか目がいってないっていうか、リュックも背負ったまんま乗ってるしね、満員電車。ふざけんなって話。それで体ブリンブリン振ったりとかしてさ、ガツンガツン昨日もやられたけど、もうそんな普通なのよ、それが。で、トロチネットもさ、こうやってさ、キックボードもさ、ビャーンとさ、でっかいのがさ、後ろにバーって置いてあるの。全然本人気にしてなくって。で、ガツンと足やっちゃってさ、もうすっごい痛くてやっべえと思って帰ってきてみたらさ、あら、単行部だわ。ね。余裕で単行部だわ。本当に。このぐらいの青タンの単行部、こんなんよ。やられたと思ってさ。でもこれ初めてじゃないのよ。初めてじゃないのよ。朝の通勤時間帯。むっちゃ人がいるところでそういうトロチネット持って、なんていうの、いっぱいいる人の中をこうやって横切ったりする人とかいるわけ。で、本人は自分がさ、こう横切れてるからさ、OK と思ってるかもしれないけど、あんたの後ろにその飛び出てる部分っつうのがさ、人様の邪魔になってるんだってことに全く気づいてないっていうか、で、その人がさ、ギュッて止まったりするわけよ。そうやって人の流れの中で。ポッて止まった時に私足引っ掛けたことあってさ、転びそうになったけどさ、その時も青タン作ってさ、本人全然謝んないからね、それね、痛いわねって言ったって、あんたが引っかかってきたのが悪いのよぐらいの勢いだからさ、こっちはさ、基本的に。本当に。もうびっくりするよ。もうそんなこんなでね、負傷しました、また。左の足首捻挫したって言ってたのに、左のすねもね、青タン作って、青タンどこじゃない、タンコブ作ってね、痛いの。もう怖いね、パリ。パリ怖いよ。そんなんで怪我をして帰ってまいりました、また。もうほんと勘弁してよ。でも久しぶりに歩いたもんだからさ、帰りの電車の中でさ、両足指先つってんの、また。なんちゅうこった、やっぱ歩けよねって話でね、まあしょうがないね。そんな話したって、あれなんだけれども、まあそんなこんなでね、一日パリに、一日つか、まあ半日ぐらいかけて行ってきて、帰ってきたわけなんですけど、はい。まあまあ、たまにはやっぱり行くと空気変わっていいよね。なんか気分変わっていいよね。まあ雨だったけどさ。まあ、来週はちょっとね、多分また行くと思います。で、一応、来週、再来週はちょっと無理かな。でも来週できればライブをしようと思ってます。はい。はい。思いますんで。まあもちろん、日付とか決まったらもちろん今回は告知しますんで、一応7名じゃねえよ。7000名様、登録者数7000名様記念ライブっていうのをちょっとね、やろうかなと、ちょっとね、思ってるんで、はい。というわけでございます。じゃあね、本日もね、ここまでご覧いただきまして、どうもありがとうございました。はい。早速ね、こちらを使って、ティッシュボックス、カバーのね、続きを編んでいこうと思いますよ。というわけで、じゃあ次のね、動画でまたお会いしましょう。ね、すぐにお会いしましょうということで、じゃあ、さよなら。はい。久々にね、ちょっと、おやつタイムということでね、ちょっと、やっていこうかなと思うんですけど、いや、本当に思いつきでね、なんでね、急におやつタイムってことになったかっていうとですね、まあ、昨日うちの、家人がですね、お仕事に行った際にね、お持ち帰りしてきたお土産がございまして、そちらの方今食べようかなと思ったんですけど、まあ、取っとこうかなと思いまして、っていうのもですね、今日のおやつはこちらです。じゃん。はい。こんな感じでございます。はい。これね、なんで取ろうかなと思ったけど、かっていうと、割と一般的っていうか、割と普通にその辺でパン屋とかにも売ってて食べられるぐらいのお菓子なんですけど、で、まず、ちょっと説明していくんですけど、これはフランスでよく食べられてるけど、だけどフランスのお菓子じゃないんですわ。言ったら。じゃないものばっかりなんで、まあ、あえて出してきたんです。でも、今みんな結構食べる、こういうのね。言ったらだってこれってさ、もともとはさ、アメリカとかのお菓子だよね。言ったらこれブラウニーですわね、くるみ入っててブラウニーね。こうクッキー、こっちでは
ブラウニーのことはブロニーって言います。はい。アメリカのスペルを、英語のスペルをそのままフランス語読みしてる。で、これはクッキーですね。はい、クッキー。これはフランス語ではクッキーと言います。はい。で、これはマフィンですよね。ちっこいマフィンね。全部オリジナル、フランスのオリジナルじゃございません。はい。でも、こういったお菓子は割ともう今普通に食べられてる。うん。でブラウニーが入ってきた時なんかもう超流行ったんじゃない？昔むっちゃくちゃ入ってきた時になんかうちの家人なんかすごいハマったんじゃないのね。うん。でブラウニー大好きな人多いし、もちろんクッキーもすごいみんな好きな人多いし、でこのマフィンなんかもまあそうね、うちの家人の年代ぐらいだったら知ってるかな。でもそれ以上の人は知らないね。マフィンはね知らない。うん。で私結構マフィン作るんだけどね、家でね。うん。結構作るんだけど、ちょっとたまたまフランスでよく食べられてるけどオリジナルはフランスじゃないよっていうものをちょっと集めてみました。中華そういうものばっかり持って帰ってきましたんでね。うん。でね、まあクッキーも私よく作ります。でブラウニーはでもあんまり作んないかな。チョコをねあれしなきゃいけないからめんどくさいから。でも簡単に作れるからね、作ったことあるけどもちろんね。うん。簡単に作れるからいいんだけど、まあじゃあちょっとどの辺から食べようかな。ちょっとブラウニーからいきますかね。ブラウニーですよね。日本にも入ってきた時結構流行ったんじゃない？ブラウニーっていつ入ってきたっけかね。90年代ぐらいだったかね。ね、こんなね、まあ結構好きだけどね。うんうん。まあ普通にブラウニーですわ。当たり前だけど。うん。だからね、フランスもね、フランス菓子だけじゃなくて今こういったアメリカから入ってきたようなお菓子って結構あって、でまあ割と受けはいいと思うんですけど、でもそれもうちらの年代ぐらいまでかな。うん。それ以上上の人はあんまり食べない。食べてもクッキーぐらいじゃないかな。うん。ブラウニーのことね。なんつったっけ？ブロニーっていうのはね、ブロニー。そのまま入ってきたやつはそのままフランス語の発音にしちゃうからね。で、それでなんか会話聞いてると面白いよ。あ、クッキー美味しいな。うん。ブラウニーは普通だったけど、クッキーは美味しいな。うん。いや結構なんかそんな感じで何言ってるか分かんないっていうのよくあるんだよね。でそれもほら日本語も一緒なわけよね。うん。例えばさ、言ったらさ、盆栽は盆栽でもこっちに来ると盆栽。うん。こっちも食べてみようか。うん。いやそんな感じだからさ、お菓子なんかもそうだし、全部名前なんかもみんなそうやって呼ばれちゃうから、だから本当あれだよね。フランス人に正しく発音してもらいたいときはなんていうの、振り仮名つけるような感覚でフランス人が読めるようなスペリングにして書かないと日本人の名前も正しく発音してくれなかったりするね。うん。さあこれなんだろうね。何のマフィンだろうね。ちょっと食べてみるね。いろいろ混ざってんじゃないかなこれ。いわゆるレッドフルーツっていうフリルージュってこっちでは言うけど、うん。なんだろう、多分混ざってるんじゃないかな。うん、混ざってるっぽい。そういうレッドフルーツ系がラズベリーとか、イチゴとかスグリとかね、そういうのが混ざってんだと思うんだけど、美味しいね。美味しいけどでもむっちゃ美味しいわけじゃないな。うん。これクッキーが一番美味しいんじゃないか多分。これ。うん。これが一番美味しい。でフランスのお菓子ってなんかほらお菓子の国だからね、美味しいものもちろんいっぱいあるし、まあ日本に比べたら多分甘いと思うけどね、もちろんね。美味しいお菓子もあるし、でチョコレートは断然日本より美味しいと思いますよ、やっぱり。チョコレートは断然日本より美味しい。だけどこういうお菓子って、これはさ、ほらアメリカ系のお菓子だけど、ケーキみたいなものっていうのはさ、やっぱりさ、美味しいっちゃ美味しいんだけど、でもね、言ったらね、日本で売ってるフランス菓子ってあるでしょ。例えばフランス洋菓子店とかって日本にあるじゃない。フランスのそのメーカーっていうんじゃなくて、日本人がフランスに行って修行して帰ってきて日本で開いてる、洋菓子店みたいな。そこが一番美味しいと思うよ、私は。っていうのもさ、やっぱりさ、フランス人もそうだけど、日本人のその食の追求の仕方も同じじゃない。お菓子もね、もちろん同じだからね。っていうのはね、はっきり言ってね、異常レベルですよ。異常レベル。
本当に日本人って極めちゃうんだよね。で日本で売ってるその日本の洋菓子をフランス人が食べたって当然美味しいわけですよ。当然美味しい。結構フランス人もやっぱり今の風潮としてこういったお菓子が甘すぎるとかっていうのはもちろんあるし、甘すぎのものを敬遠する傾向っていうのはやっぱりあるような気がするんだよね今ね。昔から作られてるクラシックなお菓子なんかだと、そこまで甘くなかったりするのよやっぱり。だからクラシックな例えばこっちでよく食べられるものって言ったらクラフティーみたいなやつとか、そういえば昨日タルトタタン食べたけれども、外でタルトタタンなんて私めったに食べないわけよ。火の通ったリンゴあんまり好きじゃなくて、でも昨日はなんかたまたまなんか食べたいかなと思って食べたんだよね。美味しいは美味しいんだよね。美味しいは美味しいけど、そのシナモン使ってるところが多いから食べないっていうのもある。私はあんまりシナモン好きじゃないからね。でも昨日食べたところはシナモン入ってなくてすごい美味しかった。美味しかった。そういうクラシックなお菓子あるけど、クラシックなお菓子はそうね、タルトタタンなんかむっちゃ甘いとか甘いけど、昨日のは美味しかったですよ。甘さ抑えめでそれほどきつくなくて、きついともうだって食べられないもん、食べきれないからね、一つ頼んでもね。でも意外とだからさ、以前にも話したことあるけどさ、フォレノワールっていうさ黒い森っちゅうお菓子ね、アルザスのお菓子ね、デザートケーキ、チョコレートのスポンジに生クリームとあとチェリー、レッドチェリーって言ったらいいのかな、ブラックチェリーかみたいなのが入ってる、やつね。あれなんかも大きいけど甘さ抑えめだし、で私が大好きな本場のトロペジエンヌね、サントロペで発祥したトロペジエンヌっていうお菓子があるんだけど、あれも大体その辺のスーパーとかもよく売ってたりするけど、そういうのだと甘すぎてダメなんだけど美味しくないんだよね。でも本当に美味しいトロペジエンヌは本当美味しいし、甘すぎなくてやっぱり。だからやっぱりお菓子に関してもこっちはやっぱりすごい美味しいってみんなが喜んで食べるようなお菓子っていうのは割と甘さ控えめだと思うんだよね。そんなことで今回はこうやってね、ちょっとアメリカ系のデザートもフランスには一応デザートとかお菓子もあるよっていうことでね、ちょっと紹介してみましたけども、一番美味しかったのはクッキーっていうことでね。フランスもねいろいろお菓子あるけど、結局私日本人なのでやっぱりね、日本で、フランスに修行に行った、日本人のパティシエが作ってる、日本のフランス菓子が一番好きです複雑やな複雑だな。だからね、あれだよ、日本人の口にもちろん合わせてるっていうのはもちろんあると思うし、それもあるんだけど、でも日本のそのフランス菓子っていうのは全然引け取りませんからね。コンクールとかやったって結局フランス人と一緒に日本人が混ざって世界的なコンクールやったって優勝するの日本人ですから、フランス人を抑えてね。だからそれほどちゃんと日本人が作ってるそのフランス菓子っていうのも認められてるわけだから、世界中でね。だからね、よっぽどあれですよ。だから日本でねフランス菓子食べてた方が美味しいと思いますよ、本当にマジで。マジでそう思います。はい、というわけでちょっと今日はねちょろっとねお菓子のことを喋りましたけどね、またなんか美味しそうなお菓子があったらまたもちろんおやつタイムはやりますけれどもね、最近ずっとやってなかったからね。という感じでございますね。というわけでじゃあ、この後はまた、げんなりする写真をね、ちらっとお見せしたいと思いますので、そちらどうぞということで、じゃあね、バイバイ。